ラクス・クラインは機動戦士ガンダムシードおよび続編のシード・デスティニー劇場版シード・フリーダムに登場したキャラクターです。元プラント最高評議会議長シーゲル・クラインの娘で、平和を望みながらも相手を交渉の席へつかせるためには戦うことも辞さない強い覚悟を持っています。また美しい歌声と圧倒的なカリスマ性でプラント市民から平和の象徴たる歌姫として絶大な支持を受けていました。しかし本当はラクス自身は表舞台に立つことを望んではいない普通の少女で、人々から求められるラクス・クラインとのギャップに苦しむ場面も見られます。また劇場版ではその出生の秘密が明らかとなりました。今回はそんなラクスの人生について解説させていただきます。思いだけでも力だけでもダメなのです。ラクスはコズミックイラ55年2月5日にコロニーメンデルにてコーディネーターの上位種であるアコードとして生み出されました。小説版シードフリーダムではアウラマハハイバルによって生み出された最高傑作であると明かされています。しかし生後間もなくラクスの母親によってメンデルから連れ出されたようです。なおラクスの母によって連れ出された理由は判明していませんが、福田監督はラクスの母は悪い人ではなくアウラの企みに気づいたから連れ出したと語っています。その後は自身がアコードとは知る由もなく成長していきました。そして天性の歌声からプラント市民から歌姫として絶大な支持を受け、平和を呼びかける公的活動にも駆り出されるようになっていきます。また13歳頃には遺伝子的な相性と政治的な意図もあり、プラント最高評議会の国防委員長を務めていたパトリック・ザラの息子アスラン・ザラと婚姻関係を結びました。そしてコズミックイラ71年にはユニウス7追悼慰霊団の代表となり、追悼慰霊の事前調査のためユニウス7へ訪れますが、そこで地球連邦軍と遭遇します。乗艦していたのは非戦闘艦だったものの、連邦軍による臨検に際して船内でいざこざが起こったため乗組員からポッドで脱出させられました。その後ユニウス7で物資の調達を行っていたアークエンジェルによって救助され、キラ・ヤマトと運命的な出会いを果たします。コーディネーターへ偏見を持つナチュラルが多い艦内で唯一優しくしてくれたキラを好意的に思っていたようで、後に婚約者であるアスランの前で私あの方好きですわと話していました。その後アークエンジェルがクルーゼ隊との戦闘に突入した際にナタルによって人質として利用されます。しかし人質を取る行為を嫌悪したキラの手引きによってアークエンジェルから脱出しアスランへ引き渡されました。クルーゼはラクスを引き渡した後の隙を狙って戦闘を始めようとしますが、無線を利用してクルーゼを諌め停戦させます。それからしばらくキラとの接点はなくなりますが、オーブ近海におけるアスランとの戦いで重傷を負ったキラをマルキオ同士がクライン邸へと運んだことで2人は再会を果たしました。そして親友と殺し合ったことで深く傷ついたキラを看病しながら多くの言葉を交わします。その後ザフトが地球連合軍最高司令部が存在するアラスカを制圧する作戦オペレーションスピットブレイクを行うと知ったことで、キラは戦場へ戻ることを決意。傷つきながらも何と戦わなきゃならないのか少し分かった気がすると語るキラの覚悟を見たラクスはキラへ最新鋭モビルスーツフリーダムを託します。しかしキラへフリーダムを手引きしたことが政府にバレたため、父シーゲルと共に国家反逆罪で指名手配されてしまいました。それからは反逆者として追われながらプラントの国民へ向け反戦のメッセージを流し続けます。途中別行動をしていた父シーゲルが射殺されるも、クライン派の中心人物として毅然とした態度を貫いていました。その後アンドリュー・バルトフェルドをはじめとするクライン派の協力によって戦艦エターナルを奪取し、パトリックと決別したアスランを救出しつつプラントから脱出します。モビルスーツを搭載しないまま発進したため、追っ手のモビルスーツ部隊に苦戦を強いられますが、近くの中域でアスランを待っていたキラによって救われます。こうしてアークエンジェル、草薙と合流し、連合でもプラントでもない第三勢力三赤同盟の中心人物として戦っていくことになりました。その後は最終決戦となった第二次ヤキンドゥエ攻防戦にも参戦し、連合による核攻撃とプラントによるジェネシスの攻撃を阻止するため尽力。三赤同盟の奮闘によって
両軍とも消耗しきった後、ザフトが連合に停戦を申し入れたことで戦争は終結しました。しかしこの戦争でキラが精神的に消耗しきったため、ラクスはキラの療養も兼ねてバルトフェルドやマリューと共にオーブで陰性生活を始めました。そして2年が経ち、ラクスたちは平穏な暮らしを送っていました。しかしザラハ残党が引き起こしたユニウス7の地球落下事件で再び世界は混迷を極めていきます。そんな中、デュランダル議長がラクスが隠居しているのをいいことに、偽のラクスとしてミーア・キャンベルを立て求心力を高めていました。一方、本物のラクスはコーディネーターの暗殺部隊によって襲撃を受けます。その場はバルトフェルド、マリュー、キラによって事なきを得ますが、ミーアの存在も相まってデュランダルに対する疑念が深まっていきました。そこでオーブから脱出し、しばらくアークエンジェルと共に第三勢力として戦場へ介入していきます。その後、デュランダルの真意と自分たちの進むべき道を探すために宇宙へと上がりました。そして全大戦後に取得していたエターナルへと合流し、ファクトリーで新型モビルスーツの開発を進めながらクライン派の協力を経てデュランダルの真意を探っていきます。集まった情報からデュランダルの狙いが新しい世界秩序の構築と予測。ダコスタがメンデルから持ち帰ったノートからデスティニープランの存在を知り、その予測は確信になりました。しかしメンデルを監視していたジンによって所在が割れてしまい、ザフトの部隊から追われることになります。戦力差から徐々に追い詰められていき、最悪撃沈されてもアークエンジェルへ向けモビルスーツを降下させる覚悟をしますが、そこへストライクルージュに乗ったキラが駆けつけました。そしてキラがストライクフリーダムへ乗り換え出撃したことで、一瞬で敵部隊は壊滅し難を逃れます。その後インフィニットジャスティスに登場し、キラと共に地球へ降下してアークエンジェルに合流しました。この時には表部隊へ戻ることを決意していたようで、戦闘終了後にはオーブが行った中継映像に姿を現し、デュランダルもジブリールとロゴスも擁護しないと表明しつつ、世界へデュランダル議長の目的をよく知らなければいけないと訴えかけます。その後デュランダルの思惑を阻止するためにオーブ軍へ正式に編入されたアークエンジェルと共に宇宙へ上がりました。そして月面都市コペルニクスにて少しの休息をとっていたさなか、ミーアから SOS が届きます。ラクスはミーアの SOS が罠だと知りながらも彼女の元へと訪れました。ミーアはラクスクラインで亡くなることを恐れラクスへ銃を向けますが、そんなミーアへあなたの夢はあなたのものだと優しく諭します。その後潜んでいた暗殺チームを撃退し、ミーアを保護しようとしますが、仕留め損なった暗殺者の銃弾からラクスをかばったことでミーアは命を落としました。ラクスはミーアの死に深いショックを受けるとともに、不要になったミーアを容赦なく切り捨てたデュランダルを何としても止める決意をします。そんな中デュランダルは二度と争いを繰り返さないために世界へ向けてデスティニープランの導入と実行を宣言しました。同時にレクイエムを用いて連合軍のアルザッヘル基地を攻撃し、間接的にデスティニープランへ賛同しない勢力へ脅しをかけます。こうして大量破壊兵器を用いた独裁まで行うようになったデュランダルを倒すべく、ラクスはエターナルとオーブ艦隊を率いて最終決戦へと臨みました。メサイアに搭載されたネオジェネシスによって多くの艦艇を失うも、キラたちの活躍もあってレクイエムの破壊とメサイアの陥落に成功。その後ザフト軍の現最高司令官へ向け停戦を呼びかけたことで戦いは終結します。そしてオーブとプラントの間で終戦のための協議が始まり、両国の関係を仲介したラクスは評議会の要請により本国へと帰還しました。そして2年後にあたる劇場版シードフリーダムでは、プラント、オーブ、大西洋連邦によって設立された世界平和監視機構コンパスの初代総裁の任を引き受けています。シードデスティニーの後、劇場版までの間に何があったのかはまだ具体的に明かされていませんが、オーブ、プラント、地球連合の間で平和を維持するべく奮闘していたと思われます。そんなラクスがコンパス初代総裁の立場を受け入れた理由として、一つ目はデスティニープランを否定し、議長とは違う道で平和を目指すキラと共に戦いたいという願いがあったから。二つ目は自分がラクスクラインの席を空けたことで
ミーアのような人を生み出してしまった後悔から表舞台へ立つことを選んだとされています。しかし争いのない世界を目指して戦い続けるキラとは一緒に過ごせる時間がほとんどなく、すれ違うことが増えていました。そんな中、ブルーコスモスの指導者ミケール・ホバクのための共同作戦をファウンデーション王国から提案され、コンパスのメンバーと共にファウンデーションへと向かいます。そこでラクスは最小のオルフェラムタオと出会いました。ラクスとオルフェは遺伝子レベルで運命の相手として設計されており、ラクスは抗いようもなくオルフェに惹かれていきます。そうしてオルフェに惹かれる自分に戸惑う中、行われたファウンデーション王国との共同作戦にて、キラがブラックナイツの洗脳で錯乱してしまい、ユーラシアの領地へ侵攻してしまいました。ユーラシアからの報復を恐れたラクスは総裁としてやむを得ずキラへの攻撃を強化。その後ブラックナイツによってフリーダムは撃破され、同時にユーラシアへ報復を行う口実を作るためファウンデーションへ向けた核攻撃も行われました。ラクスはオルフェたちと共にシャトルで宇宙へと脱出し、事実上拉致されることになります。宇宙へ逃げ延びた後はアルテミスへと軟禁され、そこでラクスは自身もアコードであると告げられました。同時にオルフェと共に世界を統治することを求められます。オルフェの精神官能もあって思わず流されかけてしまいますが、キラの存在を思い出し直前でオルフェを拒絶しました。その後もオルフェに押し倒され強引に迫られますが、恐怖心を押し殺し毅然とした態度でオルフェを拒絶。なおこの時小説版では心の中では恐怖に震えていたことが細かく描写されています。しばらくしてアスランの鉄拳制裁でラクスへの愛を確固たるものにしたキラが救出に現れたことでミレニアムへ帰還を果たしました。帰還後ラクスは世界へ向け自分がファウンデーションの思想には賛同していないことを発信。そして自分もただ後ろから好きな人を戦場に送り出すだけではいられないという気持ちから自らプラウドディフェンダーへと登場してキラの元へと向かいました。そしてピンチに瀕したキラのストライクフリーダム2式とプラウドディフェンダーをエンゲージ。マイティストライクフリーダムのコックピットに乗り込み、縦並びの複座式であるオルフェたちと対照的にキラの横へ座り、キラと共に戦うことを告げました。そのまま自身のアコード能力を用いてキラのサポートを行い、オルフェの狩るブラックナイトスコード彼らを圧倒。戦闘の最中もラクスはオルフェとイングリッドへ停戦を呼びかけますが、オルフェは自身の生まれた意味に固執し続け、キラはやむなく彼らを撃墜しました。その後レクイエムが破壊され、ファウンデーションの機関グルベイグが撃沈したことで戦いは終結します。しかしキラとラクスはミレニアムに帰投せず、オーブの暁島へと降り立ちました。そして暁島へ降り立った2人は全てを脱ぎ捨て、シードフリーダムの物語は終わりを告げます。なお小説版では決戦後に行方をくらましたキラとラクスは戦闘中行方不明扱いとなっているようです。同時にアスランとカガリの会話から2人は表舞台から引くであろうことが語られています。ただ3月17日に行われた舞台挨拶では福田監督からしばらくしたら歌とか平和活動とかチャリティーで復帰すると語られていました。そのため世界情勢次第ではいくらでも戻ってくる可能性がありそうです。余談ですが、ラクスという名前は彼女の前では全てを見透かされるということで、湖を意味するラクスから来ていることが明かされています。シードの頃は対面する者たちが心を見透かされたかのようになっていましたが、シードデスティニー終盤でシードを発言した際には世界情勢全てを見通すような演出がされていました。これは実は劇場版への伏線だったことが明かされており、劇場版では戦場の兵器全てを手動でロックオンするという、まさに戦場全てを見渡すという力を最大に発揮する様子が描かれました。そんなラクスは劇場版が公開されるまで天然お嬢様らしい振る舞いと内面が描かれる機会が少なかったことが影響して、人間味がない、言葉巧みに人を操る悪女という評価をされることも多々ありました。しかし劇場版では意志をしっかりと出したラクスが意図的に描かれたこともあって、ラクスの内面が深掘りされ、本当はキラと静かに暮らしていたい普通の女の子であるということが20年の時を経て理解が広がったように思われます。特に宇宙船勤務が続き、
管理された食生活を続けていたキラへ嫌がらせも込めてあふれんばかりの料理を作って待っていた様子には等身大のラクスらしさが垣間見えたのではないでしょうか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。